つまり本物の冒険だな。転換した。だからうまいこと転換した。これリフレーミングと言います。リフレーミング。リフレーミング。心理学的に正しい誘導。前回のあらすじ、平和に暮らしていた兄弟、その父を警察官が銃殺してしまったよ。その時、弟の超能力が開花、警察を派手に吹き飛ばしたよ。二人は火の身、火のまま現場から逃走。しかし、一体どこへ向かって逃げればいいんだ？不老の旅の始まり。慎重に遊びましょうっていうのが面白い。慎重に遊ばなあかんっていう。そういう注意書きなかなかないですからね。面白いですよ。慎重に遊んでくださいっていう。ちょっと北の方を歩いてるよな、きっと。地面に苔が生えてる。シアトルの家から歩いてきた感じなので、まだ北の方ですね。そうですよね。葉っぱが色づいてるってことは秋口になってるわけ、秋になってるわけかな。そうですね。前回の最初のシーンがハロウィンのコスチュームを作ってたので。ダニエル、ここじゃ休めない。先に進まないと。膨れっ面してないでさ、行くぞ。でもだって足痛いんだもん、この靴のせいで。しかももう4日も歩いてるし。はあ？2日だ。バカ言うなよ。橋の下なんかで寝たから背中も痛いし。ああ、俺もだ。これはね、この子が4日って言ったけど、決してこうかましてるわけじゃないと思うんですよ。わざとこういう年齢の時っていうのは、時間感覚がまだまだ緩いねん。この子が何年生か知らへんけど、お留守番できるねギリギリの年齢って4年生ぐらいだと思うんですよ。10歳とか。10歳からかろうじてちょっとしたお留守番はできる。で小学校の2年生3年生やとね、何かが遊んでたらそれが1時間遊んだのか、はたまた10分なのか、極端に言うとはたまた3時間なのか、それがねまだ分かんないね。だいたい10歳でだいたいこう脳の機能、その時間的感覚が大人と近づいてくるっていうか、そういうふうに僕らは習ったのね。今の生理学ではどうか知らへんけど、僕が大学時代にはそういうふうに習ったんやけど、だいたい臨床的にもそれ正しいのね。だからなんかわざとかましてるように見えるけどそうでもない。弟の実感としてはもうただめちゃくちゃ僕はしんどいなというアピールではあるけど、もちろん。ったく文句言うな。めっちゃ怒ってるし不機嫌ですね。お兄ちゃんもまだ思春期やからそれをまともに取っちゃうねんね。キャンプってこういうもん俯瞰できてないんですね。家でダラダラ、部屋でゴロゴロ、そういうんじゃない。つまり本物の冒険だ。うまいこと転換した。だからうまいこと転換した。これリフレーミングと言います。リフレーミング。リフレーミング。つまりその状況はすごいネガティブなものでしょ。でもこれは冒険なんだよ。これからワクワクしたものが待ってるんだ。君はその中でどんどん強くなっていくんだっていうふうに、こうフレームを変える、価値基準を変えるわけです。なるほどなるほど。これね、すごい。この子15歳ですけど、結構なんか立派ですか、これは。心理学的に正しい誘導。そうなんですね。いやでも本当お父さんがいなくなっちゃったことによって、このお兄ちゃんが急にお父さんの役もやらなきゃいけないみたいな状況になって、ちょっとああいう枠組みってお父さんちょっとヤンキーっぽかったから、お父さんの思考を真似してるのかもしれんね。お父さんってすぐみんな行くぞ冒険だって夕日に向かって走れみたいな感じがあったじゃないですか。それをうまく、この子はどっちかいうと文系のオタクっぽいお兄ちゃんやけど、それでもうまくお父さんの思考の癖を盗んでるのかもしれない。冒険の始まりだ。ほら。なかなか来ないです。ちょっとね、持っていき方がまずかったんやな。もうちょっとこう自分もワクワクして見せるっていうのが大事だ。彼はなんか、もうお前いい加減にしろよっていう感情のままにリフレーミングしたでしょ。ほんまはもっとほら見ろ、あそこにほらあれお酒じゃないみたいな、ちょっとそういうことがあると、もうちょっとうまいこと言ったかもしれません。なるほど。うまくやれてそうだけどまだ徹底できてない。その身体ごと持っていかなあかんっていうか難しい。いや、それは成功するかどうかわかりませんよ。でも行かなきゃ。なんでお父さんいないの？
みんなでキャンプ行きたがってたじゃん。ああ、でも父さんは。ここでね、彼の方のリフレーミングに逆にお兄ちゃんハマってるんですよ。つまりお父さんがいないっていうことは、彼もそれによって大変な試練を浴びてるわけでしょ、はい、なのにお父さんがいなくなったのはお兄ちゃんが解決すべき問題でしょっていうふうに彼は言ってるわけ。なんでお父さんがいないの、はい、そうお兄ちゃんがしっかりしてないからでしょみたいな感じじゃないですか。確かに確かに。そうだからリフレーミングとすれば弟の方がうまいって難しいなまあもちろん自分はそこは記憶を失ってますからね。はい、そうなんですよね、お父さんがいないという新しい環境をお兄ちゃんのせいにできること、できない子がいるとは思います、この子は平気でお兄ちゃんのせいにできる人格な口が達者なタイプ、さあどう返していくか。でももう歩くのは嫌だ。なかなか強いです。自分の部屋に帰りたいよ。そうだな、わかるよ。でも学校行かなくてもいいんだぜ。あ、もう一遍リフレーミングかけた。やり直しました。はい、やり直します。それにみんなに教えたら絶対驚くぞ。超歩いたなって。本当にほらこの彼のパーソナリティが現れてるでしょ、みんなに受けるよ、君はみんなの人気者になれるよっていうことが一番響く子やね。なるほど、お兄ちゃんもそれは分かってるから今やっと気づいて、お兄ちゃんもパニックやから、早く歩いてもらわないと夜になってこんなとこで狼でも出たらみたいな感じじゃないですか、あるいは寒くなってそれこそ死んじゃうかもしれないっていう。でもその時にふっとこいつ目立ちたがりやったなみたいな今気づいた表情もちゃんと CG で現れてます。そうだ、こいつこういう性格の弟だったって気づいてるよね。その瞬間にはまったわけですね、カップに入った。歩いたのでカップに入った。多分100キロくらい行ったかな。これはまた大きくすること言うやろ。思ってますね。こうどんどん大きくする性格やってる。もここでちゃんとね、全部ゲーマーにこの子ってこういう性格だよってことをちょっと夢見がちで、自分のことをこうちょっと大げさに心象膨大に言うということを2つ重ねてるでしょ、2つ重ねると大体パーソナリティやなってちょっと確信持っていいじゃないですか。さっきは4日っていうともちろんどれだけ歩いたかはこの年の脳ではわからないんですけど、でも多めに言っとくっていうのが一つあってまた今回も100キロ歩いたってまた多めに言う。どう考えても2日歩いて子供の足やったら何歩歩いても50キロとかですかね、だからちょうど倍。だから倍言うっていうのが分からへんけどそしてお兄ちゃんもここでいや200キロだろうというふうにかぶせていってます、僕たちすごいね。でもそっちに言った方がやる気起こるっていうこと分かってる。お父さんにビッグフットになるのに靴いらないだろ。今は狼になりたい。一緒になろう。ああ、それもありだな。じゃあ遠吠えは練習な。そうだ、これから文句言わずに歩けるかテストしてみようぜ。ショーンも文句言ってるじゃん。言ってねダメですね。俺はよし鬼ごっこだ。逃げろ。待ってよ、ずるいよ。知るか。いいよ、僕はゾンビだ。お前を食べちゃうぞ。ぐわー。面白いね。これは心理学的に言うとちょっと深刻な言い方なんですけど、弟との間でいつも権力闘争をしている関係なんですね、この2人は。どっちの幻想の中に入るかっていうゲームを今したわけでしょ。ほんだら、途中でお兄ちゃんはやっぱり自分が弟をコントロールしないと大変じゃないですか。だからコントロールしたい。だからさあ文句を言わなきゃどうかをテストするぞってまたこう、マウンティングしてくるわけですよね。でも弟はなんで僕が お兄ちゃんに支配されないといけないのって、細かくそれを拒絶する。だから馬が合ってないでもその根本はお互いがいつまでたっても権力闘争してるから、どっちの言うことを聞くか、どっちの幻想に入るか、自分のフィールドに相手をどう引きずり込むかっていうゲームばっかりやってるから、すごい疲れる関係ですよ今2人は。
つく？おい、やめろって。もう二度と言うなよ、そういうこと。はーい。これもね、ついお兄ちゃんの側に共感してる人がおそらく多いでしょ。でも、お兄ちゃんは完全にもう権力闘争に巻き込まれちゃってるんだよね、この看板見てもうつくって言ったら、また自分に押し付けられた課題やっていうふうに。だからある意味お兄ちゃんは弟の罠に完全にさっきからハマってるんですよ。2人の心理操作でいうと実は弟が勝ってるのずっと。なるほど。だから何もまだつくって言うとつくわけないよって言ったらいいんやけど、まだつかないのもお兄ちゃんのせいだっていう彼の暗示に完全にかかってるわけですよ。だからなんか自分が悪いような気もして不機そう嫌になっちゃう。だから怒って不機嫌になる、でそれによって弟ももちろん不機嫌にはなるんだけど、弟の罠にずっとはまり続けてる兄弟なんです。なるほど、そうなのか。いやちょっとユーザーの声で結構弟がわがままとかなんか弟にイライラするみたいな声もあるんですけど、それはやっぱり弟が強い。弟がイニシアティブを絶えず掴んでるから、その弟がわがままっていう人は過去に兄弟とかあるいは自分の対人関係の中でつい相手の土俵に乗っちゃって振り回された経験のある人やと思います。うわちょっと耳の痛い人多そうなそうか。すぐに教えてやるから。それがお兄ちゃんっていうことなんやけどね。お兄ちゃんは自分で何でも責任持たなあかんと。つまり、お父さんがもういなくなったわけやから、自分が責任を持たなあかんと思ってる、その責任感が高いんですよ。お兄ちゃんが責任感は高いんだけども、そこにうまくつけ込んで弟が全部をこの世の自分にとっての不快なことは全部お兄ちゃんのせいっていう、その前提条件を作ったわけですよね。お兄ちゃんそれに乗る必要ないけど見事に乗せられて、ちゃった。だから心理操作で長けてるのは弟です。なるほど。まあそういうふうに読むわけ、僕たちは。ダニエル、この辺キャンプにちょうど良さそうじゃないか。他にもいろんな人が泊まりに来てそうだし。気味悪いよ。これもね、まずい心理操作ね、もう全部言えないけど、完全にお兄ちゃんの心理操作はもう完全にもう弟の手のひらの上にずっと乗ってるんです。今ね、ここら辺はキャンプにすごくいいじゃないかっていうことです。つまり自分が冒険だよって言った世界観を弟にこう吹き込んで、自分の側に、つまり積極的にこの旅を続けるっていう側に巻き込もうとしてるわけでしょ。だからキャンプ地にすごくいいじゃないかって、つまり冒険の地だよみたいなことを言いたいのかもしれない。でもそれはもはやお兄さんは自分のフィールド、自分の冒険という自分の幻想の方に弟を引き込んで何とか弟を操作しようとしてるのだが、その言葉遣い自体が弟に機嫌を直してよっていう言葉になっちゃってるわけ。つまり弟が王様で機嫌を直してくださいっていう自分が従者。もう下から。そうだから戦略としては引き入れようとしてんねんけども、その言葉遣いあるいは言葉の用い方が完全に弟の機嫌を取ってるっていう兄貴になっちゃってる。これではリーダーシップは発揮できないんですよね。わかりますよ。もうこの罠にはまったら延々とこうなります。そうなんです。抜け出す方法はあるんですか？もちろん自分がこれハマってるなって、自分の行動が全部弟の感情、弟の不機嫌な感情の機嫌を取ってることになってるなと思ったら、一旦沈黙して歩き続けることですね。なるほど。じゃあちょっと時間を置いてゲームをリセットするみたいな。そうです。まず冷静にならないと、あらゆるコミュニケーションが全部そういう、実はわがままな王子様の世話をしている家来のゲームをずっとし続けていることになる。一旦リセットしないと。じゃあリセットできるかなこの後。まだ責められてます。仕方ないだろう。ちゃんと守るから。ほらやっぱり自分の責任にしてるやん。まあね、弟に父親が死んだことを隠してるという、それは弟のためやねんけど、それで弟に嘘をついてるっていう、なんか後ろめたさって責任感が生じちゃってんのかな。でもそれはこの子の性格の特徴ですよね。それはこの子の性格の特徴だって、人によってはお前を傷つけないために自分一人でお父さんが死んだというトラウマというそのショックを抱えてるんだぞと、お前に言わないというのは俺がの思いやりなんだぞって言って、逆についてこいって
怒りの表現で強烈に彼を引っ張るという人もいると思うんですよ。これ大体ねじれ体壁とか、つまり強豪的な気質の人、体壁の人はそうなんですけど、このお兄ちゃんはいわゆる二種体壁って言って、つまりすごい責任感のある子やから親の死を隠してるっていうある種の後ろめたさをまでも持ってこの子をかばってるから、この弟が全然アウト・オブ・コントロール、現実的にはコントロールできなくなって、2人の運命は危機に瀕してるんですね。このお兄ちゃんがいい人だから陥っちゃった危険なんですけど、強く出れない、状況を全部自分の責任にしてしまうという、ある種の弱さというか、そういうものもこう表してるんですよね。なるほど。ひどい。惹かれたみたい。行くぞダニエル。もういいから。アナグマさん、アライグマさんね。かわいそうだよ。ああ、そうだなダニエル。もう行くぞ。日が暮れる。キャンプできそうな方に入っていきます。ダニエル、トイレ行っとくか。いい。すっごく臭いし。いいから今言っとけよ。やだってば。もうその辺でしてもいい？もうこれもそうでしょう。彼の生理的な欲求さえも思いはかって、自分がコントロールしなければならないっていう無用な責任を前言ったら背負ってるわけでしょ。やっとけよって言うから彼は一生懸命このイニシアティブを取ってるみたいな、怒ってるように見えるけど、実は弟の生理的な欲求さえも自分の責任と、後でおしっこがしたくなったら、それを助言しなかったのは僕の責任やぐらいまで責任感を過剰に持ってるという感じはあるんですよね。じゃあここではあくまでイニシアティブを譲らず安全だと言ってさせるか、別にっていうふうに流すか。だからこのお兄ちゃんの筋から言うとここの方が安全だって言うんですけど、僕自身はいいさって言いたいんで、この場合はどうしたらいいんでしょう、もういいさでいきましょう。そうです。それじゃ後で一人で行けよ。赤ん坊扱いしないで。ほらここで弟はちゃんと自分を表現してるでしょ、赤ん坊扱いするなと、リスクは自分が取るっていうこととすればよかったのね、そうかごめん赤ん坊扱いしすぎたねと、じゃあ君を尊重するよって言うたら彼は頑張るかもしれないんですよ、でもそれ今無視しちゃったでしょ。そうです、何にもすごいキーワードを言ってるんですよ、実は。僕は子供扱いしないでっていうことは放っておいてっていう、自由を与えてっていうこともあるけども、責任は私が取るということだねっていうふうに誘導することができたんですよ。なるほど。ところがそれやらなかった。やらない。あくまでも彼を子供扱いしたいわけ。したいんですね。お兄ちゃんは。今ちょっと失敗です。あれは心理操作とすればね。選択しなかったからな。超でかいね。ああ、光を浴びるためだ。おかげで雨宿りには困らない。いや本当ここの時点でお兄ちゃんがそんな失敗してると思ってなかった。失敗というか心理学的に言えばですよ。すごいいい子なんですよ、いい子なんやけど、やっぱり状況の中で僕はやっぱりそれは普遍的にこんだけの危険な状況で、しかも戦争的なものを見てるんであれば、その時にはリーダーシップ取らんなあかんでしょ、絶対年長者がリーダーシップを取るという関係を結ばないと危険やってことは、これは8割以上の人は合意すると思うんですよ、それからすると失敗してるわけですよ、普段の日常生活ではこれでいいかもしれへんけど、今はある意味戦場の戦士やから、戦士は上位下脱、上の者が下の者にちゃんと命令をしっかり伝えて、確実に命令してあげて、その代わり守ってあげるという2人の間の合意が必要なんですよ、でこの2人の旅はその合意がなされてないね、状況を考えれば、日本みたいな平和なとこではそういうようなこと考えへんかもしれへんけど、やっぱり拳銃社会やから、やっぱりあかん、このままでは長期的に見たら絶対命の危険があると、自分がイニシアティブ、俺がお兄ちゃんだぞじゃなくて、ちゃんとした関係性を結んどかなあかんっていうことはやっぱり一番の重要な事項やと思うんですよ。ちょっと話を聞きそびれたので。あれクラフト名人さん。すいません。森が好きなんじゃないのか？丸太で大都市作ってただろう。そうだよ。めちゃめちゃ大きい町を作った。斧があれば木を切り倒せるのにな。
秘密基地も作れるよ。なら森なんかへっちゃらだな。頼んだぞ。せやねんな。ここもまあ僕別にお兄ちゃんに文句言うわけじゃないんやけど、今ちょっと弟が乗ってきてるわけやん。そうでしたね。そうでしょ。だんだん分かってきたでしょ。はいはいはい、その冒険だという物語に乗ってあげようと乗ろうとしてるわけじゃないですか。その時にそうだな、どの木がいいってちょっとね、弟が兄貴が設定した世界に首だけ突っ込んだんやから、ちゃんとこの勇気づけてあげないといけないけど、そうだなみたいな、なんか大事なところで適当になっちゃう。それはなんでか、戦略がはっきりしてないね。このお兄ちゃんの戦略がはっきりしてない。こういうふうに冒険物語だということの中であったら、じゃあお兄ちゃんが隊長だぞ、お前はもうすっごい有能な部下だみたいな、2人でこの大冒険を成功させるんだっていう、なんか一貫した幻想をちょっと持ち得てない。それはしょうがない。これだけの現実がある中で10代前半でですね、それはもうしょうがないんやけど、もちろん惜しいなっていう感じが。で惜しいんですよ。惜しい。はい。超広いね。ああ、結構すごいな。本当やね、広いね。ダニエルは状況を分かってなさそうだ。いや、それは分かってないよ。今は本当のことを話せない。無理だろ。ああ、なるほどね。分かるよ、それは。はあ、くそ。ヘトヘトだ。一体どこに向かってるんだ。この先どうすればいいんだろう。何が起きたんだか分かんねえ。警官とダニエルに。父さんなんで。うわー、あれ見て。ああ、すっごいね。お前が景色見て興奮するなんてな。だってこんなすごいの見たことないもん。生まれて初めて。ああ、お前はそうか。俺は前に父さんと。お父さんがいればの。そりゃどうも。俺だけじゃ不満か。そうじゃなくて、ただ家族みんなでいたいなって。お家でピザとアイス食べながら映画見てのんびりしたい。おい、やめろよ。父さんには後で会える。あ、まだ嘘ついてしま元った。気出せ。そうですね、重ねてしまいました。二人っきりってのもきついな、たまにはお兄ちゃん。いいだろ。二人っきりってことは好き放題できる。だな。そんじゃあ秘密基地作ろうぜ。優しいな、夜はそお兄ちゃん。こで過ごせ。どうだ。何でも作れるよ。この辺でいいブロックを探せばいいんだ。クリーパーに気をつけてね。よし、行こうか。父さんがいてくれたらなんて考えるのは予想。自分で何とかしなきゃ。ここでちょっと自覚レベルが上がりましたね。そうでしたか、今のコメントは。もちろん自分で歩いていて心の中でモヤモヤしてる時って、お父さんがいてくれたらお父さんがいてくれたけど後悔というか過去が引っ張るでしょう、自分を。そうしたら例えば何やろ、トルクが悪くなるっていうか、なんていうか、その普通に歩いてるようで疲れがすごく出てくるんですよね。だからちゃんと言葉に出して、いやもうお父さんのことは考えるのやめようって、ちゃんと自分に対して言葉に出して言い聞かせると足取りって軽くなるもんなんですよ。状況を言葉で整理するっていうのが。そうそう、無意識って言葉でできてるって難しい言い方ですると、ラカンっていう有名なね、精神分析家が言った言葉で有名な、それはもっと深い意味で言うてはるんやけど、確かに無意識って実は言葉でできていて、ちゃんと意識化してこのことについては諦めるとか、このことだけを僕はこれからやるぞって言うと、わりかし聞くことがあるんですよ。心込めて言うとね。だから今の言葉って実はすごく大きな言葉だったりするんですよ。もうお父さんのことを考えるのやめようって、そんなこと分かってきってると思ってるじゃないですか。そうですね。だから言葉にしないんやけど、ちゃんと自分に改めて言う。改めて言ってすごい勇気を与えたりする場合があるんです。言葉って
氾濫してるけど実はすっごい力を持ってるんですよ実は。ちゃんと使えばね。こんなとこ実際にさ10代の男、しかも機関機の弟を連れてさ、まあ不安やんね。あれ見た？そうですね。よくこんな奥に入っていく勇気あるな。おいでおいで。ほらなんか言うてるで。ねえ、あのアライグマお腹減ってそう。あいつは俺たちより賢い。上はしないって。あ、いた。お、いました。もしこのアライグマの家族が道路にいた怖いやつだったら、想像しますね。おい、そんなこと考えるな。兄弟そう考えるよねだったかもしれない。僕らみたいに悲しいね。やめろ。気にするな。もう一度やろう。もう一度やりますか。もう一度やろうよ。その調子だって。ほら違うこと言い出し確た。かに確かに。今度は横に投げようとしてる。ほらあ、いけたいけたいけた。この加減をだんだん学んでいくっていうことが大人になることだと思うんですよ。だからもうこれが教育だよね。